Hi besties! ギャル日本語のキティです。みんな元気ですか？はい、このポッドキャストは日本人ギャルの私キティが若者から見た日本の文化や最新のトレンドなどをゆるーく話す日本語ポッドキャストです。このチャンネルでは特にスラングの解説を得意としているので、日本語のスラングやギャルに興味のある方はぜひこのポッドキャストをリラックスしながら楽しく聞いてくれたら嬉しいです。はい、みんなこの1週間はいかがお過ごしでしたか？キティはね結構元気いっぱいで過ごしておりますはい、では今から今日のポッドキャストのテーマに移っていきたいんだけど、今日は日本の今時のバレンタインデーの過ごし方についてお話ししていきたいと思います。はい、みんなのね住む国や地域によってはバレンタインデーはないよってねいうところもねあるかなって思うんだけど、キティの住むここ日本ではバレンタインデーは2月のイベントとして過ごす文化があるので、今日はその話をしていきたいと思います。そして、バレンタインデーは今、昔とはね違った過ごし方やトレンドもあるので、今日は日本の今時のバレンタインデーについてたくさんねバレンタインデーに関する言葉とかスラングも教えながらお話ししていきたいと思うので、ぜひ最後まで楽しんで聞いてくれたら嬉しいです。はい、ではねまず日本でのバレンタインデーがどんな日なのかっていうと、キティ的に一言で表すとしたらチョコって感じ一般的には結構日本のねバレンタインデーといえば、女性が男性にチョコを渡す日っていうね感じの、イメージが大きくって、でそれはねもちろんそれはそうなんだけど、今はなんかもっとさらにもっといろんなバレンタインデーの過ごし方があるのね。でただチョコは絶対マストでいるって感じで、今時のバレンタインデーはこうチョコが主役のイベントって感じのイメージだから、バレンタインデーといえばチョコってキティは思いますただそのチョコに対する捉え方とかチョコの種類がこう年齢によってね変わる傾向があるので、その解説と、それから今のトレンドの、チョコについてもお話ししていきたいと思いますじゃあまずは、子供たちにとってのバレンタインデーから。子供たちっていうのはだいたい、小学生、中学生、高校生の、学生の年の頃ですね。で、この時期はもうバレンタインデーは告白する日って感じのイメージが強いです。主に、女の子がね、スキピにチョコを渡すと同時に、手紙や言葉で、好きな気持ちをね、伝えるんだけど、この時渡すチョコのことを本命チョコって言います。ちなみにスキピはスラングで好きな人のことです。で、日本ではバレンタインデーにチョコをもらった人は1ヶ月後の3月14日にそのお返しをするっていう文化があるのね。で、例えばその本命チョコをねもらった人は1ヶ月後の3月14日にそのチョコのお返しとともにその告白の返事をするのね。だからスキピに本命チョコを渡したらその1ヶ月間はねドキドキの1ヶ月間って感じで、あとその返事がねOK だったら付き合うから、結構ね、割と学生とかは多いと思うんだけど、その3月14日が付き合った日の記念日になるカップルが日本は多いですそうそうそう、このね日本ではね告白がねこう成立して付き合った日をこう記念日としてこう大事にねする人が多いんだけど、特にね最近の若い世代は記念日めっちゃ大事にしてます。いろんなまたこの話みんながもし興味があったら別のポッドキャストでこの記念日系のねお話ししようかなって思うんだけど、みんなどうですか気になる
はい、それが、本命チョコのお話で、あとは、友達同士でチョコを交換し合うことも、学生がね一番多くって、でこのチョコのことを友チョコって言います。主に女の子同士で交換するチョコのことです。で、そのさっきの本命チョコとこの友チョコは、手作りチョコって言って、自分で材料を買って手作りで作った手作りチョコを渡すことが多いです。だからキティも学生の時、バレンタインデーパーティーって言って、クラスの女の子全員で友チョコの交換会みたいなのやったことある？はい、じゃあ次に、全世代で共通したチョコについてお話ししていきたいと思います。どの世代でも渡す傾向があるのが義理チョコっていうチョコです。このチョコは自分がいつもね感謝してる人にあげます。だから子供とか学生は自分の家族や先生とかに渡すことが多くって、大人は職場の人とかに渡すことが多いです。ただ今はその義理チョコを渡す人は少なくなってきてるイメージ。でちなみに義理チョコは、子供だったら手作りチョコが多いイメージだけど、大人は買ったチョコのお菓子とか、チョコじゃないものでもバレンタインデーっぽい何かを買って渡す感じが多いですはい、そして大人のバレンタインデー、これが特に今時のバレンタインデーの過ごし方っていうのがね浸透してきてるって感じなんだけど、まずは自分チョコっていうのが流行ってます。これは自分のために買うチョコレートのことです。今までは女性が男性にあげるためにチョコを作ったり買ったりしていたチョコを自分のために買うのがここ数年ねずっと流行ってるの。そうだから結構ね毎年この時期はデパ地下の高級チョコを求めて買いに来る人がめっちゃいます。でちなみにねデパ地下っていうのはデパートの地下の階のことで、日本のデパートはだいたい地下に食品売り場があるのね。だからそのデパートの地下でいろんなね普段よりちょっと贅沢なものを買いに行ったりする時に、例えばデパ地下今日行かないとか言いますね。そんな感じ。デパ地下って言います。デパートの地下の階のことをそうそんな感じでね、デパ地下にめっちゃ高級チョコがね毎年並んでて、結構女の人が自分のために買いに行くって感じです。キティはまだ行ったことはないですそうちなみに日本でそういうチョコレートのお菓子とかすごく好きな甘いねお菓子が好きな人のことを甘党って言いますそうだからねキティはあんまりめっちゃ甘党ではないからあんまり行かないかも買いには。みんなは甘党ですかちなみに甘いものの反対で辛いものが好きな人のことは辛党って言います。なのでみんなコメント欄で甘党か辛党かぜひ教えてくださいはい、そんな感じでね自分チョコがここ数年ずっと流行ってるんだけど、そしてさらに新しく今最近流行ってきてるのが推しチョコです。そうキティのね動画では何度も出てきてるこのスラング、推しに向けてのチョコのことね。はい、推しっていうのは自分の好きなアイドルとかキャラクターのことです。自分が応援している人などのことですね。で例えばその推しのメンバーカラーのチョコを作ったりとか、キャラクターの絵を描いたりとかして、写真撮ったりとかして楽しむ感じが推しチョコです。でこの推しチョコもそうなんだけどキティ的に今一番大人に流行ってるなって思うのが手作りチョコ。そうさっきも出てきたね手作りチョコ。
なんかね、昔はこう大人になるとあんまりチョコ作らないって感じのイメージというかそうだったんだけど、なんか今は特にこう20代それから30代のなんか間でこの推しチョコだったり、あと平成女児チョコっていう、こういわゆるこう手作りのチョコがもう一回流行ってるのね。で、平成女児チョコっていうのはこうまずはこの平成っていうのはこう日本の時代の呼び方のことで、1989年から、2019年までの時代のことを平成って言って、その時代に女児、つまり女の子だった人たちのことを平成女児って言うんだけど、その人たちがこう子供の頃に作ってた手作りチョコがもう一回流行ってるって感じ。そう、キティもねまさに平成女児なんだけど、その当時作ってたチョコがこうなんかうちら的になんか懐かしいしめっちゃ可愛いみたいな感じで、なんかもう一回ね大人になった今も作ってみるみたいなのがめっちゃ流行ってます。そしてね、それをこう作って可愛いって写真撮るのが流行ってるね。 SNS とかにあげたりしてます。そうだからね、みんなぜひインスタとかで平成女児チョコって検索してみてほしいんだけど、本当にねめっちゃ可愛いの、カラフルな感じで、ぜひみんな見てみてください。はい、そんな感じが今の日本のバレンタインですみんなどうでしたか？ぜひ感想待ってます。はい、みんなはお菓子とか作るはい、今日もここまで見てくれて本当にありがとう。そしていつもみんなキティの動画を見てくれて、そしていいねやコメント本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい、そして今日出てきたスラングたちの復習は概要欄に書いてあるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。